あ、待って、タイトル変えよ変えといて、そこは。よいしょ。う。TRPG と。あ、ちょっとあれ、どうだ音ちゃんとみんな入ってるかな入ってるというか、波形があれ動いてる。大丈夫です。消せます画面の囚人 B うんぬんってやつ。あれ囚人 B うんぬんってやつ、多分出っ歯になってる。いや、そう、出っ歯だね。あ、マジ消えた。そうか、クリックしないと消えないのか。そう。あ、ごめんね。あ、で、ずっと出てた出てた、ずっと出てた。いや、誠にソーリー、それも。めちゃめちゃ内容見てるじゃん、もうじゃあ。いや、全然読んではないんですけど。読んではないですけど、まあ、映ってたよね。うん。まあ、映ってたなと思って。あ、大丈夫そうかなこれで。はは。うん。とりあえずね、音はね、声鳴ってる。そう。 BGM はその最悪乗ってなくても大丈夫だけど、まあ波形動いてるし大丈夫でしょ。うん。ははは。ということで、やりますか。はい。じゃあ、お願いしますはい。まずはお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございまあすり。がとうございまありがとうございす。今日は、キーパー、9兵、プレイヤー、カラスミ、サブキーパーデビュー戦、はい。それがし僕という、はい。はい、はいことで、形ろやっていきます。はい。はい。お願いしまお願いす。します。形ろって聞いてなんか思うことありますかこの単語に対して。陰陽師なるほどね。形状の形にあれか、型に。そう。はい。確かに。まあそういうね、型代っていうものを今日やっていくんですけど、はい。まあいろんな考え方が、まあ多分出てくると思うんですが、まあなるべくあなた自身、からすみさん自身の一本筋の通った考え方で、まあやってもらえると楽しめるんじゃないかなと思いますと。はい。俺自身のね。うん。なんか、綺麗、まあちょっと言葉汚いけど、綺麗事というか、はい。で、まあそれが真に自分が思うことならいいかなと思うんですけど、可能な限りそう自分の芯でやってもらえると、まあ良い結末を迎えられるんじゃないかなと思うので、はい。頑張ってください。はい。はい。はい。頑張ってください。はい、あれです。じゃあサブキーパーのまずいな。それがさん心が綺麗だから。大丈夫そううん今日は大丈夫そう僕ですか？はい。緊張しますか？僕はもうめちゃめちゃ緊張してますよ。まあ、大丈夫かな大丈夫かなです。まあ、要所要所ね、お手伝いしていただくと思いますので、はい。はい。まあ、基本、もう大前提の大前提は、楽しんでもらえれば、この、目的は達成されますので、はい。はい。それを目的としてもらいたいです。はで、い。配信上の話に、なりますが、はい。からすみさんの配信に来てくださってる方に関しては、もし内容を、知ってる方はネタバレのコメントをしないようにお願いします。そのコメントで、どうなん、他の知らない人が、そういうことなのかなって思っちゃうことがあるんで、コメントをなんかネタバレとしてしたいなっていう方は、僕の配信にコメントだけ打ちに来てください。はい。吐き出し口として。はい。はい。ということで、からすみさんの配信に関しては、ネタバレ注意というところになりますし、僕の方も注意なんですけれども、僕の方は、いやキーパー目線といって、まあ何でもかんでも見えます。見ようと思えば。なので、ネタバレコメント、僕の方は歓迎でございますので、はい、ご認識よろしくお願いします。はい。はい。では、始めますが、早速。はい。ご準備は大丈夫ですか？大丈夫です。はい。じゃあ、早速やっていきます。ちょっとじゃあ台本をご準備しますね。いや、緊張する、マジで。緊張する。さっき試しでやったやつ一生残ってた。なんか残ってたダイスロールが一生残ってて。全然。それ、まあ、残しっぱなしでも消しちゃってでもどちらも大丈夫です。はい、ちょっと僕も操作ミスしないように頑張りますんで、なんかあっても、よろしくお願いしますということで、じゃあ早速やっていきます。大丈夫？はい、お願いします。はい。じゃあいきます。
新クトゥルフ神話 TRPG 片白始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では、あなたは目を覚ますと記憶喪失の状態でベッドにいた。いや、正確には手術室だ。頭痛がひどい。体が思うように動かない。さて、ここであなたは、どんな風に頭が痛いか、ちょっとロールプレイをしていただきたいなと思うんですが、はい。こんな状況の時、あなたはどういう風に頭が痛いか。ちょっと演技をしてもらいたい。二日酔い違うな。頭が内側、外じゃない。内側か、これ。二日酔い、頭が痛い。ってなってたあら、はい、男が、はい、やってきます。はい。はい。どうした大丈夫か君。頭がめちゃめちゃ痛そうだけど。大丈夫か。あなたは痛い。悪い。私のことわからないかい？わからない。知ってるんですか？いや、僕は、君が患者ということは知ってるんだけど、君ね、雷に打たれてここに運ばれてきたんだけど、それも覚えてないかい？雷に打たれて。うん。雷に打たれてきたんだよ。覚えてないんだね。雷に覚えてないですね。そうか。そしたら、ここでチャットパレットを開いていただいて、はい。はい。アイデアロールを振ってください。アイデアロール。アイデアロール。はい。成功。そしたら、記憶喪失です。あなたは記憶喪失なんですけど、いわゆる社会的に生きるための記憶っていうのを覚えてます。例えば、日本語とか、あと、強い光を浴びた記憶があります。強い光を浴びた記憶。はい。で、もう一個なんですけど、仮にあなたが記憶喪失になっても、覚えてるであろうことを覚えてることにしましょう。一個だけ。はい。大事なこと。自分にとって一番大事なこと。自分にとって一番大事なこと。それは記憶喪失になってもこれは覚えてるだろうってことを一個覚えてることにしてください。はい。で、その覚えてますってことを僕に言っていただいても言わなくてもいいです。胸の内に抱えておいても大丈夫です。はい。だからここでどこで撃たれたとか、家族がいたとかそういう話ね。そうです、そうです。なんで一旦。なるほどね。自分の名前とか。はい。そう。なんか一個覚えててもいいですし、覚えてる範囲はあんまり大きすぎなければ大丈夫です。はい。はい。そうか。じゃあ自分の名前とかにしとこうかな。なるほど。わかりました。はい。そっか。覚えてないんだね。君、名前は？僕はカラスミですね。カラスミです。名前覚えてるんだ。名前は覚えてますね。なるほど。じゃあちょっといろいろ聞いていくけど、どこに住んでた？どこに？覚えてることの範囲を、知ろうとしてるだけなんだけど。家に。家に住んでたか。なるほどね。ホームレスじゃないってことは分かった。一旦。そうですね。なるほど。そうだね。君は、覚えてること、覚えてないことがあるけど、結構自分自身のことは記憶失ってるかもしれないね。ちょっと記憶喪失だと思うんだけど、ちょっと検査をしようかなと思うんだが、ちなみに僕は先生な。なるほど。ちょっと、そう、白衣、趣味じゃなくて、ちゃんと先生やってるんだけど、なんだ。で、君ちょっとまだ体がね、動けないと思うんだけど、どっちかというと本調子じゃないけど、これはね、しばらくすれば動けるようになるよ。よかった。で、あと、記憶喪失の方の患者って、ちょっとね、記憶がないまま放り出すっていうのは、医者として、見過ごせないからさ、検査入院として3日間は、ここにいてもらおうかなと思ってる。よかった。じゃあ、体は今日中に動きそうな。そうだね。体は正直時間経過によるもの、外傷は、なんか傷みたいなものは、あったんだけど、3日間としてここにいてもらおう、まずは。はい。で、その3日で必ず記憶は直してみせよう。おお、頼もしい。私は名医だからね。まだわかんないですけどね。君失礼だね、だいぶね。そうか。ただね、ちょっと、
申し訳ないんだけど、はい。ご時世もご時世で、ここ手術室なんだはい。けど、はい。他に部屋がなくてね。あちょっと申し訳ないんだけど、ここで過ごしてもらってもいいかな。あ、わかりました。悪いね。手術室、申し訳な使い。わないんだ。わかりました。まあ、手術室だけいっぱいあるからね。ああ、うん。そういう病院もあるか。まあ、そういう病院の方が多いと思うけど。はい。まあ、医者の数が多いとね、その分作るっていうのはあるけど、結構地方ははい。そういうのが多いかな。うーん。まさっき検査って言ったんだけど、もはい。ちろん治療も一緒にしていこうと思うんだけどね。うんうんうで、ん。お話をして、記お憶を取り戻話。すっていう治療をしていくんだけど、君、おしゃべりは好きかああ、な？まあ、人並みまあ、には。人並みには。じゃあよかったかな。記憶っていうのは、時間はい。経過で戻っていくっていうよりかは、何かきっかけを持って取り戻していくっていうのが、記憶喪失の方を対応するときには、王道なんだけれども、はいはいはい。そんな、君の記憶をね、こう、奮い立たせるような、いろんなうん。お話をさせていただいて、はい。記憶を3日間で必ず取り戻すという、そういう治療をしていく。はい。うん。で、早速お話をしていこうかなと思うんだけど、何かここまはい。でで気になるとことか、聞いておきたいこととか、そういったことはあるかい？うーん、大丈夫です。大丈夫？よし。じゃあそうだな。最初に、じゃあここかな。画面見えるかい？はい。なんか映ってるかい？そうですね。うん。表が。うん。そうだね。じゃあ最初に話していくのは、君は囚人のジレンマというのは知っているだろうか、もしくは覚えているだろうか？ちょっと、心当たりがないですね。説明しよう。そうだね。君と私が仮に、犯罪を起こして共犯だったとします。はい。うん。囚人のジレンマっていうのは、ゲーム理論なんだけれども、このはあは共犯を働いたっていう二人、じゃあ、A が私としよう。で、B が君あ。だ。はい。うん。これでちょっとイはい。メージをしてもらいたいんだけど、この二はいはい。人が黙秘をするか自白をするかっていうゲーム理論。あうん。なるほどね。うん。で、じゃあちょっと一応この表の通りなんだけど、説明をしていくと、囚人 A が黙秘、囚人 B も黙秘なら、お互い懲役は2年だけ。うんうんうで、ん。囚人 A が、罪を黙秘、囚人 B が A がやったみたいなことだね。自白した場合。うんううん、ん。囚人 A は10年。囚人 B は、言ってくれたってことで、司法取引かな。0年の懲うん役となる。うんうん。そんな感じで、自白と黙秘の組み合わせの表になってるんだけれども、今からやりたいのは、せーので、この後ね、一緒にやりましょうってタイミングで、黙秘か自白かを言ってみましょほう。う。うん。だから、君がこの状況だったら、自うん白をするのか、うん黙秘をするのかっていうのを、考えてもらって、うん。ああ、なるほどね。うん。君ならどうするっていうのを、ちょっと聞こうかなと。うん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 。ルールは分かったかな？はい。で、どっちを選ぶかも大丈夫かな？大丈夫です。大丈夫。よし。じゃあ、うん。せーのでいくから大丈夫かな？うん。せーので。はい。うん。いきます。せーの。自白。黙秘。じゃあ僕は0年、君は10年。お疲れ様でした。はい。はい。まなんであまあまあ、それ選んだの？ いいとしましょう。まなんで自白を？あ、共犯になってこの年数ってことは結構重い犯罪だから、うん。うん、それなりの信頼関係あっての上で、まあ、切られても考えがあるか、別うーに考えがん。なくて助かりたいでも、俺は受け入れられますね。じゃあこの年数を見て、その上で、そうですよ。その年数から察するにこんなことをしてるから信用度があるだろうっていう逆算のもと、そうですね。なるほど。
優しいね、君ね。なるほどね。信頼値ですね。これが別に2、3年のなんか万引きとかだったら、うん。まあまあ、自白してもいいし、ああ、年数なんだ、そこは。年数か関係値ですね。関係値の尺度としての年数ですね。あ、なるほど。あ、なるほど。そこから逆算したからか。なるほどね。じゃあ、まあ、私と君って言ったけど、これ関係値が、はい。ないとしよう。たはい。またま犯罪をしちゃったとしよう。一緒に。はい。その場合はどうなんだ？その場合は、それも状況によりきりですけど、うん。そうだったら自白するんじゃないですか？なるほど。君はじゃあ、その相手のことを考えて、まあ、そこを見て、年数がっていうよりかは、年数を重視してるわけじゃなくて、関係値を重視してるってことなんだね。関係値ですね。ああ、なるほど。じゃあ、同じ、じゃあ、仮にさっきコンビニ強盗みたいに、まあ言はい。ったけれども、これの、じゃあ僕の代わりに君の大事な人が、はい。共犯だとしたときに、年数が短いケースの場合はどうかな？年数の短いケースで僕と大うん。事な人。うん。うーん。まあ、年数が短い場合は自白してしまおうかなとおー、あ、思いますね。なるほど。関係値があっても、そこは、はい。なるそうですね。年数が短い場合は、相手をうんうん。社会復帰させるのに必要な時間、まあ3年もあればうんうんう土台ん。は築けるはずなので、そこなるら辺ほど。は他の人より得意な自信がなぜかあるので、なるほど。君は、あれだね、自分自身のことを結構俯瞰的に見る、そんな人間だったんだろうね、きっとね。そうかもしれませんね。名前うん。覚えてるし。そうだね。まあでも今さ、こういう風に話してみて、なんか自分はい。のことがどんな人間だったかってちょっとだけ思い出したんじゃないかな。そうです自ね。分ならっていう、まあ言葉も出てきたし。うん。まあこういうように話を君としながら、記憶をふっとこう取り戻していくような、そんなのをやっていこうと思うんうんう。ううん。ん。なるほど。なあ、面白いね。ちなみに僕の場合だったら、自白一はい。択だね。関係値とかじゃなおくて。ー、もうね、軽薄ですね。はい。コスパがいいんで。ああ、タイパああ、は悪いですよ。タイパーでも、ね、自白したら、まあ5年か0年で、黙秘したら2年か10年って考えたら、タイパは結構いい気がするけどね。いやいやいや、過去は残りますよ。出てきた後に。あ、過婚ね。じゃあそういう人の関係値もちゃんと見てるんだな。そういうことなるほですね。ど。非常に面白い答えがもらえた。ありがとう。こっちも面白かったよ。うん。あ、ごめん。こんな時間になっちゃったね。ちょっとそろそろじゃあ外来の患者見てくるんだけど、何か、ああ、はい。なんか、今の段階とか、病はい院に対して、はいはい。なんか聞いておきたいとことかあるかな？なんでもいいけど。病院に対して。まうん。あ、そうか。これ、うん。こういうのが一生続く感じですね。この3日間。まあ、3日間、そうだね。まあ、基本的に僕は医者だから治療をし続けるって感じうんなんだけど。うん。ああ、あうん。りがたいありがたい。うん。OK です。そうですね。精神科っすか、ここ。ここではないか。うん。ここは普通に病院なんだけど、あ、普通に病院。普通に病院。なるほど。まあ、私は脳神経外科だからね。ああ、なるほどね。うん。脳神経外科か。うん。助かる助かる。うん。まあ、記憶に関わることだとね、大体僕に来るから。うん。そうそうそう。まあ、役割がなるほどね。違うからね、先生ごとに。ああ、ああそなるほどね。じゃあ、引き続きお願いします。う。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと行ってくるうん。ね。はい。いってらっしゃい。そういうと、医者は、手術室から出ていきました。はい。はい。で、あなたは今、手術室のベッドの上にいます。体が重い。はい。手が届くうん。範囲であれば、気になったものを調べることができそうだ。はい。ああ、なるほどね。このはい。ハテナの部分ね。はい。で、今、ここにあるものを調べたいですって言っていただければ調べることができます。はい、おっしゃってください。はい。じゃあ、
モニターの方、モニターの方。そした右側らの、方。はい。このハテナに合わせて右クリックをしていただいて、はい。はい、全体に公開するを押してください。はい。はい、お、これか。ベッドサイドモニター。これは読んでいいやつですか？あ、はい、皆さん見えてますので大丈夫です。はい。このような機器が出されているということは非常に危ない状況だったんだろうか。97と98という数字が画面に表示されている。その数字が何を意味するのかはわからない。はいなるほど。で、ここでですね、何かあなたの技能を使うことができます。チャットパレットですね。はい。はい。何か使いたいものがあったら、これ使いたいですってちょっと言ってください。はい。そうか、どうしようかな。じゃあ、知識で。知識。大丈夫です。知識はいをじゃあ、ダブルクリックで振ってください。お、エクストリーム成功。大成功ですねこれちなみに。大成功、はい。はい。運がいい。運がいいですね。じゃあ、そしたらどうしようかな。うん。そうですね。この装置なんですけど、はい。現状、自分自身につながっていないってことが分かりました。はい。はい。なるほど。一般的にこのモニターが横に出るっていうのは、大体パルスとかね、こう自分の、そういうものが、大体継続されるんだけど、つながってないってことが分かったと。うんうんうん。うん。なるほど。これが、はい、あー成功したので分かりました。97と98か。俺以外心拍ではないもんな。あ、そうあんま良くないか。他に何かされますか？他、じゃあこの左のハテナも見えるってことですか？はい。どうぞお調べください。全体に公開。トレイ。ベッドのそばにある台の上には器具が並べられている。刃物の類はない。はい、こちらあ、そもうか。落下か。はい。使うことができますが、はい、じゃあ、トレイの上は、医学で。どうぞ。おー、ハード成功。ハード成功。段階を踏む。でも今下がってってるけどね。はい。あ、そうですね。そしたらハード成功なら、大体こういうところにあるのっていうのは、メスとか、はい。そういう、うん。ものだと思うんだけど、およそ手術に使えそうにない、器具というよりかは工具が置かれてることに気がつきました。なるほど。工具。はい。工具か。まだなんかできます？なんかやっても大丈夫です？まだ何かしますか？何します？自分の体を調べたい。大丈夫ですよ。大丈夫そですか？したら、そしたら、体が重くて、あんまり動けないから、手だけこう動けるようなイメージを持ってもらえたまま、は何を調べるかですね。そうですね。じゃあ、手が触れる範囲で自分の体を一旦触ってみます。はい。じゃあ、なんか使いたいものがあれば、使ってみてください。はい。この場合は、じゃあ、アイデアで。アイデアで、じゃあ、アイデアをどうぞ。おレギュラー成功。段階的にね。うん、触っていくな。うん。自分の体を触って、あなたは行きますが、別段体が動きづらいというところ以外に触っていて気になるようなところは特にない。体が重い。なるほど。はい。じゃあ、まだいいですか？まだいいですか？どうぞ。聞き耳があったんで、はい。これで、さっき出てったんで、ちょっと音を聞いてみたくて、外から。では、じゃあ、聞き話し耳を振っ声とか。てみましょう。何も聞こえなかったです。はい。ああ、耳悪いんだ。耳鼻科行かなきゃ。じゃあ、一旦終わりかな？やりたいことはないですもん。はい。
誰かいるの？お誰もいませんよ。あれなんか声が聞こえる気がする。いや、テレビの音ですけどね。あ、なんか僕、隣の部屋に住んでるんだけど、うん。隣に誰かいますか？あ、いますいます。あ、そうなんですね。いますよ、カラスミが。あ、カラスミさんって言うんですね。はい。カラスミさんは、そっちで今入院してるんですか？入院なのかな。あ、そうなんだ。僕も今入院してるんだけど、うん。ずっずっとここにいるからうん。暇なんだよね。だかあらあ、話し相手になってほしくて。話し相手に。うん。じゃあぜひ。君の名前は？僕、アキラって言うんだけど、アキラ。うん、へえ、かっこいい。うん。いい名前でしょ？うん。うん。実はへえ。はい。僕も事故に遭っちゃって。あら、事故に。そう。だからここに僕も入院してるんだ。ああ、そ良くなるといいね、早く。う。うん。うカラスミん。さんは、なんでここにいるの？雷が落ちたらしくて、え記憶がえなくなっちゃって。雷ねえ、よか、く生きてるね。よく生きてた。よかったね、生きてて。ねえ、本当に。そっそう面白いな、これ。か。じゃ、カラんスミさんは、はい。雷に打たれてここに来たじゃない？うん。僕、ずっとここにいるから、うん。なんか外の世界の話とかあんまりよく知らないんだけど、何か面白い話とかしてよ。面白い話。ああ、なるうん。うん。ほどね。漫聞き談か。たいな。何漫談か。漫談なるほどね。漫談って言うんだ。漫そのじゃあ談か。漫談してよ。知りた漫いな。談か。うん。でもね、外の世界のことあんまり覚えてなくて、あ、そう記なんだ。憶喪失だからそうなの。あ、記憶がないんだ。記憶がなくて、君も。君も、君もか。あ、アキラもか。いや、僕は記憶はあるんだけど、そこの部うん。屋に入る患者さんは、うん。みんな記うん。憶がないって言うんだよね。へえ、みうんな。ん。みんな、だから、じゃあ、雷に打たれてるのかな？どうだろう。そこまではわかんないけど、そういう人うん。が入るお部うん。屋なんだとうん。思うんだ。なるうほど。ん。結構いっな、ぱい来るのかな、じゃあ。みんなっそうてことは。だね。何人かうん。見てはいるかな。あ何か覚えてあ、ることはないの？自分の名前だけかな。ああ、そっか。カラスうミってん。いう名前だけう覚えてん。るんだ。こので名前だけも、だね。うん。きっと退院できるよ。みんな退院してってるのここの人たちは。うそりゃーん。そうか。そこまでちょっと僕わかんないけど、そっでか。も、僕のお父さんがうん。名医だから、あ、そう。もじゃもじゃの。あ、お父さんのことを知ってる？うん。とか、だか名医ら大らしいね。丈夫だよ、そう。ここのお医者さん、僕のお父さんだうん。から、あ、じゃあ安きっ心か。とそう、大丈夫だと思う。うん。安心できそでしょ？う。僕のことも治そうとしてくれてるんだ。そっか。そう。偉いお父さんだ。でしょ？だから僕が泣き言を言うわけにはいかないんだよね。だから僕のお父強いね。さんのこともね、信じてあうん。げて。うん。わかった。うん。僕も体が治ったら、お父さんみたいなお医者さんになりたいんだ。あ、志が高い。いいじゃない。そう、ここを出たらね、たくさんの人をうん。助けようかなって思ってるんだ。じゃあ、勉強しなきゃだ。そうだね。いっぱいいっうぱいん。勉強したいな。国士のために。国士のために国士。そうだよね。そういうのもきっと生きていけばね、あるんだろうから。うん。
いっぱい勉強したいな。早く良くなるといいね。ありがとう。からすみさんも早く良くなるといいね。俺もそう思う。ありがとう。そうだよね。うんうん。そう言うと、あなたは強烈な眠気がはい。襲いました。まだ体力が戻りきっていないようだ。泥のように眠りに落ちます。ああ。眠い。おやすみ。ああ。おやすみ。しゃもじ。あ、おはよおはようございます。う。調子どうだい？昨日夜行ったら君爆睡してたんだけど。大丈夫かい？いやー、まあ、夜ですしね。まあそうだね。そう、昨日なんかね、夜ね、治療に行こうかなと思っていたら、めちゃめちゃ寝てたけどね、昨日ね。すいません、すいません。ああ、全然大丈夫。どうした？なんか、なんか、聞きたそうだけど。イメチェンしました。イメチェン？まあ、ごめん。しました。全然逆に白衣は昨日と一緒なんだけど。それは洗った方がいいですけどね。いや、まあ、医者だからね、1週間ぐらいはこれよ。いやいや、医者だからこそだろ。まあ、そう言われたら弱いんだけどね。清潔にしてください。なんか、ありがとね。視界が悪くて。視界が悪い。目見えづらくて。なるほど。感覚の話だからちょっと聞こうかなと思うんだけど。はい。なんか、ぼやけてるのかな？どういう見え方をしてるんだい？ぼやけつつ、うん。要所要所が見えなくなったり、ほう。今、ちゃんと見えてなくて。なるほこれど。は、一部が見えて一部見えないみたいな感じでぼや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 映ってるみたいな感じかな？そうですね。あー先生のなる汚いところだけ見えてます。汚いところ、ちょっと言わないでほしいんだけど。ひげ剃った方がいいですよ。ああ。君は失礼だね、本当に。いやいや、よく言われます。ありがとうございます。でも徐々に思い出してるなら、まあ何よりなんだけど。まあそこはね、多分落雷の影響だと思うから、まあ後で検査するよ、また夕方。頼みます。なんか入院して変わったことあるかい？お子さんいらっしゃるんですか？もしかして。おう、いるね。隣の部屋に、アキラくん、ちゃん。まあ、アキラくんだね。アキラくんでじゃあ。アキラがどうした？なんかどっか悪いんですか？君結構聞くね。つかつか。そう、まあ一応ね、事故に遭っちゃって。で、まあ僕は無事で、うちの奥さんは亡くなっちゃって。で、まあアキラも、まあ一命は取り留めたんだけど、まあ大怪我しちゃったからね。まあ、うちの病院で、まあ、治療を続けてるって感じかな。なるほど。まあ、アキラもね、入院生活が長いからさ、まあ、話し相手になってくれると、まあ私も嬉しいかな。じゃあ、話せるときはぜひ。そう言ってもらえると嬉しいよ。ありがとう、ね。できることなら。ごめんね、ちょっとしんみりしちゃったね。ちょっとなんか楽しい話しましょうか。楽しい話。今日も治療していこうかなと思うんだけど、そうだな。じゃあ今日は、君はテセウスの船というのは聞いたことがあるかい？もしくは覚えてるかな？これは覚えてます。心当たりがあります。じゃあ記憶あるところはあるんだね。よかった。よかった。まあ一応、まあどんなことだったかを軽く伝えていくと、まあテセウスの船っていうのは、まあテセウスっていう人が乗っていた船。まあこれが古いパーツに徐々に置き換えられていったと。で、結果的に全てのパーツが、まあ、置き換わった時に、それは同じテセウスの船と言えるのかっていう、まあ、パラドックス実験というかね、まあ、思考実験というか、なんだけれども、君はこれを同じ船と思う、違う船と思う、どっちかな？これが同じ船、まあ、同じ種類のパーツなら同じものだし、同じ型番のパーツなら同じシリーズのものではあるし、そうでないのであれば、それはもう一番最初とは別のものには置き換わってる船ではあるんじゃないですか。
なるほど。じゃあ、仮に同じシリーズの部品をすべて同じように置き換わったら同じ船。うん。それが全部変わっても同じ船。うん。なるほど。で、じゃあ、違うパーツになった場合っていう話をしてたと思うんだけど、はい。まあ、例えば、一個だけ違うパーツに切り替えたら、それはもうそこで違う船なのかな？どこで違う船に、こう、まあ、多分どんどん変えていくんだけど、徐々に。うんどこで違う船になるのかな？うん。もう一つ切り替えた時点で性能が変わったなら違う船なんじゃないですか？じゃあその船としての役割を、まあ、しっかりと果たせるような、能力を有していなくなった、まあ、上がったもしかり、下がったもしかり、ここが君の変わり目ってことだね。別の船ですね、それは。なるほど。じゃあ、物が変わっても性能が同じ、まあ、例えばその船の先っちょの棒みたいなところだけ変わったみたいな。これは、まあ、性能に差異がないってなったら、これはじゃあ同じ船ってことかな。これは船としてはそうですね。中身は変わってないんじゃないかなと。じゃあ、まあ、いわゆるスペックというものかな。スペックが同じであれば、同じ、まあ、多少違うものがあっても、まあ、同じ船だし、もちろん同じパーツで全て変わったら、スペックが同じだから同じ船だと。そうですね。なるほど。じゃあ、船で考えてみたときに、これは何を変えたらスペックが変わるんだい？まあ、先っちょは変わらないと思うんだけど。そうだし、まあ、帆船だったらマストだし、そうじゃないなら動力部分とかもそうだし、もうそもそも船の重さ自体が変わったなら、それはもう速くなりますしね。なるほど。まあ、結構あれだね、君は理論でものを考えるっていう感じかな。数字を見てるというか。そうですね。道具なんでしょせん。まあ、そうだね。道具だね、確かに。それは間違いがない。なるほど。俺の鼻は長くない。ソップみたいな話ですよね。多分ね。なるほど。じゃあ、わかんないですけどね、まあ。なるほど。ちょっとね、まあ、記憶喪失な部分あるからね。そうか。じゃあ僕が好きな漫画でワンピースっていうのがあって、多分覚えてないと思うんだけど。覚えてないですね。覚えてないか。ワンピースっていうのがあってね、まあ船で旅するんだけど、途中で船がね、悪くなってきたから違う部品とかをつけたりするんですよ。でも、魂がそこに宿ってると。だから同じ船だっていうような、まあ一つ話があるんだけど、まあ、意味的には物はあくまで物っていう感じかな。まあ、魂が漫画なら宿りうるでしょうし、そういう世界観なら同じなんじゃないですか？なるほど。ちょっと達観してるね。完全に入れ替わってるわけじゃないでしょうし、多分その言い方まあそうだね。まあ徐々に直していってところはあるけど。なるほど。でも君はあれだね、1日目もそうだけど、結構一貫してるところがあって、非常に回答がスパンときてて面白い。ありがとうございます。よく言われます。そうか。そういうことか。スペックか。面白いね。いや、いい話が聞けた。ありがとうございます。まあそしたら、ごめん、ちょっと話し込んじゃったね。またね、ちょっと外来の感情時間になっちゃったから、まあそうそう行くんだけどさ。なんか、質問とか聞いておきたいこととか、お手洗いとか大丈夫？ナース呼ぶけど、大丈夫？市民じゃないんですか、ここもしかして。全然、昨日よりは君歩けるようになってると思うからさ。全然そういうのも大丈夫だけど。もうじゃあ、後でガンガン行っちゃいます。後でガンガン行っちゃう。じゃあ、まあ後でガンガン行ってもらって。ナースコール呼んでね、ちゃんとね。はい。ナースコールね。じゃあ、そうそう出ていくね。はい。それと医者は部屋から出ていきました。今は手術室のベッドの上にいます。体は相変わらず重いんですけども、昨日よりは動けそうだ。増えた。はい。気になったものを調べることができるだろう。はい。どうしますか？よし、じゃあ、右側から。じゃあ、はい。お調べしてみてください。全体に公開、加温装置。
ベッドから少し離れた位置に温風で体温を適温に維持するための装置がある。はい。なるほど。温める。なるほどね。じゃあ左も見ていきますね。どうぞ。資料。少し歩いた先にある棚には以下のような患者の名簿と思わしき資料が収められている。すぐに適正率丸1 94%、適正率丸2 13%、カラスミあ、ここ適正ちょっと率丸1。ミスなので気にしないでください。ごめんなさい。ああ、そうなんだ。はい。何千人と記されている。カラスミ知らない名前だ。何かそうねスキルは使いますか？じゃあ、アイデアをこの資料に対して。はい。そしたら、ロールを振ってください。いけ。失敗。名名簿だなーって思いました。名簿なもんな、これ。よし、じゃあ、さっきのはい。さっきの、何ですさか。っきのに触れますけど、加温装置にじゃあ、振りますか？加温装置に、じゃあ、医学の方で。はい、どうぞ。いけ。お、35ガード成功、いいですね。そうですね。まあ、温風で体温を適温に維持するための装置とあるんですが、もう温風を出すはずなんですけど、冷気を出していることに気がつきました。なるほど。で、また、冷気と一緒に何か別の機体も走ってるようだけど、それが何かは分かりません。なるほど。じゃあ、俺の体温は今、高すぎる。いや、低い状態で維持されてるのか。1日以上経ってるってことは。なるほどね。じゃあ、どうしようか。一回、目星があんのか。じゃあ、部屋全体に目星で一回はい。振ります。はい。失敗殺風景な部屋があなたの眼前に映ります。何もないんだ。何もわからないんだ、俺には。じゃあ、昨日に引き続いて自分の体見るか。どうぞ。昨日何で見ましたっけ。医学で見たんだっけ。昨日、右のルームチャットで終えるんですけど、アイディアだった気がしますね。アイデアですね。はい。じゃあ、アイデアで、はい。自分の体をもう一回確認します。87。さっきから出目でかくない？体を触るだけ触りましたが、はい。頭は働かなかったです。体だなと。出目でかっ。そうか。じゃあ一応今日もあれですね、外に聞き耳を立てておきますね。聞き耳どうぞ。はい。てか図書館になるものが、惜しい。全然聞こえません。何も聞こえない。耳悪いんだ。目も悪くなってんのに。終わりだ。眼科行かなきゃ。病院か、ここ。じゃあ一旦今日は終わりです。僕はもう何もできません。おーい。君は。はい。何ですか？僕の声聞こえる？ギリ。よかった。どう？調子は。調子はね、うん。良くなったところと悪くなったところがあるね。そうなんだ。どの辺が良くないの？なんかね、目と頭かな。目と頭？そっか。目の調子が悪い。そうだね。目の調子が悪くて頭が悪いね。
頭もそっか、悪いのか。そうだね。これはもう病院じゃどうにもならないね。そうだね。そうだね。いや、なんか僕もこの病院に来た、そのね、うん隣の部屋にいた人たちの症状で、うん。そういった症状を聞いたのは初めてだったから、ああ、そううん。なんだ。で頭悪い人じゃなも、いんだ。はい。そうだね、でも頭がぼーっうん。とするとか、あと、うん。あんまりお話がさ、通じない人とか、うん。そういう人はいっぱいいたんだけど、目の調子がすごいああ、悪いの？頭の方は結構そうだね。いっぱいいたんだけど、目の調ああ、子がそうなんだ。悪いっていうのは初めて聞いたかも。そうなんだ。なんかね、ノイズがかかったような。あ、そうなんだ。まあ、うー時期良くん。なるといいけど、でもその代わりね、うん。今日は歩けるようになってるから。あ、そうなんだ、よかった。うん、そうなんだよ。なんか、その部だから、屋にうん、運び込まれた日は平気なんだけど、うん、次の日になると、結うん。構なんか、おかしくなっちゃう人が多かったおかしから、くなっちゃう。うそん、うなんだ。ど、そう。どなんかは、んなおかしさが。なんだろう、話が、僕の話がね、いや、ううん。通じまいな。ない人だったりいいね。とかあがやっぱり、あ、そう、多かったから、からすみさん小姉は、がショおタっぽく話ていいわ。がやっぱり続くじゃないですか。そうですね。うん、だから良かったなって。ああ、よなんか、かった。ううん、ちん。ゃんと僕と会そうだね。話がね、成りうん。立つから良かったなって。ああ、まあ明日はうん。わかんないけどね。あ、まあそうだよ子供にね。対しても変わうん、らないんだね。そうだね。そっか。まあでも、うん。そうか、ナースコールさえすれば外に出てよかったのか。ああ、そうだね、ナースコール。うん。まあ、そういうコールすれナース、ば来てくれるかもそうだね。ね。うがたいん。のいい人かな、誰かが来てくれたら歩きやすいんだけど。そうだよね。まあ、うん。そういうためにやっぱりナースコールもあるからね。そうだね。うん。5分に1回鳴らそうかな、じゃそうだね。それはちょっと迷惑かもしれないからあ。ああ、ダメか。困っちゃう、困っちゃう、困っちゃうかも5分じゃ、しれないさからね。すがにね。うん。うん。適宜ね。うんうんうん。うんうん。昨日ご飯食べてない。そのままあの後寝ちゃったから、ご飯食べてないんだけど、そのせいか目が悪いのもしかして。あ、そうかもしれないよね。いや、そうでもか。実はね、僕、うん。あの、目が見えなくて、目が見えない。それは、そう、事故のせいで。そうなんだよ。僕、事故で体も動かせないし、目も見えないんだ。うん。ああ、目が。そそっか。目が見えなくなっちゃったのか。う、そう、じゃあ今、ある種お揃いか。そうだね。目が変なんだもんうん。ね。そうだね。頭も変なんだけどね。そっか、大変だうん。よね。大変だね。お互い大変だね。見えないと。うん。僕さ、目が見えないから、うん。なんか、からすみさうん。んの目が見えてた時ってあるじゃないですか。そうだね。今までずっといろんな景色を見てたようん。ね。うなんかそういうん。の教えてほしいんだけど、うーなんかいい景色だっん。たりとか。いい景色。うん。そうか。何しいや、てたなんか趣味とかあったのからすみさんは。うん、いいね。か。思い出せる？何も覚えてないんだけど、うん。多分考えることは好きなんだろうなって。あ、考えることうは好きん。なんだ。何なるほか理由どね。うん。づけるようなことをやってたんだろうなって。ああ、そうなんだ。変な言い方をすると。うん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 。うん。そうだ僕、ね。目も見えないしさ、うん。体も動かないんだけど、うん。からすみさんがもし元気になって、うん。僕も元気になったら、うん。会ってくれる？僕と。僕と当然。一緒に会ってうん。遊んだりとかしてくれる？うん。遊びの内容にもよるけど。そうだね。全然何でもいいんだ、僕。何にもできないうん。からさ、今は。うん。だから体ああ、がそう動くようにだね。なったら、うん。
なんか一緒にやってくれるとさ、嬉しいなって思うんだよね。そうだね。じゃあ、うん。全部良くなったら、うん二人とも良くなったらね、うん。遊ぼうか。二人とも良くなったらね。じゃあ約束うだよ。ん。約束だよ。うん。二人とも良くなったらね。そうだよね。うん。一通り話が終わると、強烈な眠気が、あなたを襲う。まあ、歩けるようになったとはいえ、まだ体力が戻りきっていないようだ。泥のように眠りに落ちる直前、隣の部屋から、おやすみという声が聞こえた気がする。おやすみ。あ、眠い。トイレ行ってないけど大丈夫なのかな。あ、おはよおはようございます。う。今日顔色いいね。ありがとうございます。よく言われます。昨日もよく寝てたね、君は。そうですね。育ちますからね、る子なんで。よかったよかった。大丈夫？なんかすごくトイレ行きたそうだけど。大丈夫かい？昨日そう一回、ね、呼ぶの忘れちゃってそのまんま寝ちゃったんで。じゃあ全然、そろ呼ぶというか、まあなんなら昨日、うちのナースが紙瓶つけてたけど。通りで。うん。そうなんですよ。今、小はなくて大と中だけ。大と中。珍しいね。あんまちょっと聞かないけど、ここ病院だから何度か君は直してみせるよ。ありがとうございます。私はメイだからね。そこは任せなさい。メイですか。もう。なんか変わったことはあるかい？その中と大以外に。中と大以外に。でも、昨日よりも目が見えるようになりましたね。治ったじゃないか、やっぱり。昨日夜ね、寝てる間に、目の調子が良くないって言ってたからね。治療も行ったんだけど、爆睡してたからそのまま治療はしてたよ。よかったよかった。何してくれたんですか、目に。いや、普通に治療だよ。レーシック、それは視力が悪くなった場合だね。そうかそうか。記憶喪失の方って実は視覚異常ってよくある話だからね。脳の異常でね。そう、神経圧迫したりするから、そういうのはよくあるんだけど、その症状がどこに現れるかって話だね。手に出たりもするし。なるほどね。震えがね。そうだね。そっか、じゃあ昨日より全然良くなったってことだね。じゃあ今日のあれだね、3日目だし、退院もできそうだよ。よかった。だから今日、そうだね、お話しして、退院の手続きを僕が夕方してきて、夕方には退院かな。なるほど。ありがとうございます。じゃあ早速、治療していこうかな。はい、お願いします、今日も。今日もラストだけどね。もう張り切って直していこうか。はい。そうだな。最終日だしね。何がいいかな。ちょっと刺激が強いのでいこうか。刺激が強いの。そうだ。君は臓器くじというのは知っているだろうか、もしくは覚えているだろうか。臓器くじ。なるほど。覚えてないですね。覚えてない。説明しよう。臓器くじっていうのは、ある人間を一人積極的に殺して、それより多くの人間を助けることは良いことだろうかという思考実験なんだけれども、これにはちゃんとルールが決まっていて、これ公平なくじというのを健康な人に引いてもらう。で、当たりが出たらその人は殺される。で、殺された人の臓器をすべて取り出して、臓器移植が必要な人に配ります。なるほど。で、この移植という行為は必ず成功するものとして、くじに不正はないとする。で、人を殺すということ以外に臓器を得られないものとするとしたとき、君はこれを良いものか悪いものかどう思う？なるほど。そうだな。状況にもよるか。状況。平時、何もないような今みたいな、平和の世の中でやるには良くないし、もし隕石が落ちたりとかで世界が滅んで、そうしないといけない場合、
もしくは1人を殺したら労働力がまあ例えば5人10人増えるとしたらそれは行うべきだし、おお、なるほど。ああ、じゃあまあ状況ですね。今ので言うと、まあ1がなくなる、まあこれで言うと、まあ、5人っていう、まあ図だからね、図で考えてみると、マイナス1プラス5で、まあイコール4のプラスになるから、まあリソースという考え方で、まあ状況によってはありなんじゃないっていうことなのかな。そうですね。なるほど、なるほど。お、じゃあ君は別段、この善悪というものっていうよりかは、もうあくまで状況によっては、まあ仕方がないことだみたいな、そんな感覚を持ってるのかな。そうね。なるほど、なるほど。やっぱり1日目も2日目も3日目も、まあ君は1本、こう、筋が通ったものを持ってるっていうのはよくわかった。はい。そうだな。じゃあこれ仮にだけど、じゃあ今の平和な世の中を前提としよう。状況という話があったと思うけど、はいその時は多分君はこれはまあしないと思うんだよね。さっきの話だと。そうですね。もまあっと他にしないというかやりようがあると思います。そうだよね。で、このじゃあ、臓器移植されるのが君だとしたらどうだ、これは別に変わらないですね。変わらない。ああ、まあその考えのもと、別にそれが自分であってもというところなんだね。そうですね。どっちでも。なるほど。君の、大事な人が、移植を受けるはい立場だとしたらどう思う、それも変わらないですね。おー、すごいね、君ね。じゃあ、私を助けて、私を助けてって言ってる、もう大事な人がいるけど、まあ、良くないことだから、と君は言うってことかな。そうですね。新しくこうやって殺さなくてもいいように提供される臓器を待ちます。なるほど。まあ、いつまで持つかわからないけど。そうですね。なるほどねそ。れで助からないのならそれは仕方のないことなんで。ああ、なるほどね。自分の中にじゃあ君は正しいと思う、まあ、ボーダー。まあ、これで言うと、殺すということは、今の平和な時代にはそぐわないと。そうですまあね。時代が変われば、それは時代に即したことだから、まあ、良しとするのかな。そうですね。なるほど。まあ、すごいね。僕も意図がすごく分かったよ。君の話を聞いてて。ありがとうございます。よく言われます。なるほど。まあ僕的にはまあ医者だから殺すことはまず良くないとは思うけど、まあ大事な人だったらちょっと状況に置かれたら、それこそ環境が変わったら、僕も変わってしまうんじゃないかなっていう、まあ危機感はあるけどね。ああ、なるほど。そう。その立場に人が実際に行った時の、まあ、人の気持ちっていうのは違うから。なるほど。まあそれが状況なんじゃないかなって僕は置き換えて考えようかな。はい。なるほど、面白かったね。やっぱり君は、でもなんかスラスラ話も出てきたし、まあ記憶もだいぶ戻ってきたんじゃないか。記憶。まだまだあんまり不安なとこあるのかな。そうですね。まあまあまあ、でも一般的なあれは、ちゃんと社会生活は送れる感じはあるので。まあ、今日の夕方には記憶戻るから大丈夫だよ。僕メイだから。ああ、そうなんだ。まあそこはもう本当に安心してもらって大丈夫だよ。ああ、よかったよかった。まあそうだね。時間も時間で、まあそろそろ退院の手続き準備してくるけどさ、なんか質問とかあるかな、聞いておきたいこととかあるわ。ああ、じゃあちょっと準備してもらってる間にトイレ行ったりとか。全然いいよ。そうですね。最後にちょっとコンコンってアキラくんに喋りに行ったりとか。アキラね。なんか昨日アキラとなんか話した、話し相手になってくれるって言ってたけど。いやもうそれはもうたくさん喋りましたよ。爆笑の渦でしたからね。よかった。どんな話したんだよ。グランド花月ね、今度実は僕もね、近々行こうと思うんだけどね。いいよ。そうなの？なるほどね。そう。まあそんなことは置いといて。置いといて、はい。そうか。いいね。まあ、アキラもね、そういう楽しい話とか、なんかなんていうのかな。病院の中の話しかして多分来てないから、まあ何でもいいんだよね、外の話を。新鮮だと思うから、してくれると、まあすごく多分喜んでくれると思うから。まあ帰りにでも、ちょっとね、声かけてあげてね。わかりました。治ったら遊ぼうねっていう話をしたんですよ。そんな約束まで。ありがとうね、本当に。いえ。後でメアド渡しておきますね。じゃあメアド受け取ろうかな。
なんかじゃあ他に確認したいこととかは特にないかな。そうですね。治療代とかってちなみに。ああ、治療代、まあそこを含めて計算してくるから、そこはご安心ああよかったください。まあさすがにボランティアじゃないからね。まあまあまあ、そうですよね。記憶が戻ってくれないとお金の請求もできないしね。ああ、確かに。あ、そうか。なのでじゃあ俺、現状今、あれなんですね。身元人とか現住所がわからない状態なんですね。病院側でも。君の持ち物全部黒焦げだったからね。ああ、黒焦げだったんだ。うん。君雷に打たれるからね。ああ、結構デカめなやつだったんだ。うん。だからもう運ばれてきた時帰り前ですか？別に今君服着てるでしょ。ああ、そっか。来てるか。全然。うん。全然そういう患者用に病院っていうのは洋服あるから。ああ、よかったよかったよかっそこは安心してくれ。た。ああ、よかったよかった。うん。うん。まあ病院で記憶が戻る。はい。そうだね。じゃあ、まあ僕はちょっとね、手続きとかしてくるけど、はい。まあちょっとナースとか呼んで、まあお手洗いとか、まあそういうのはちゃんとして、ちょっとまあ待っといてもらおうかな。夕方までは。まあ、はいアキラとかにわかりました話しといてよね。はい。そう言うと、まあ医者は部屋から出ていきました。あいつグランド花月行くのかよ。ああまあ体の調子がいいので、今日は歩き回ることが、できそうだ。はい。よし、じゃあ。ドアに増えた。ドアをじゃあ、はい。開けます。全体に公開します。はい、どうぞ。隣への扉、鍵はかかっていないみたいだ。何かなるほど使いますか？そうっすね。じゃあ、もう一回、部屋の中で、どうしようか。部屋全体に対して、じゃあ、アイデアを一回はい。じゃあ振ります。どうぞ。お、 14成功。ハード成功。そうですね。まあ、部屋の中をよくよく観察しましたが、1日目、2日目、3日目と見てきたもの以外、特に気になるものはありません。何かまあ、機械の稼働音のようなものは、ウィーンと、まあ、してくるのが、まあ、わかりました。部屋自体からね。なるほど。そうか。じゃあ、自分に対して、はい。自分の体に対して医学で医学。振ります。はい。はい。治ってるかな？おエクストリーム成功。はい。そうですね。じゃあ、自分の体をこう、ペタ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 、触ってみて、はい。そう、かがんでいく中で、そのトレイの近くに鏡があるのが分かりました。はい。鏡を持って自分の顔を見てみても、まあ、傷一つなく、まあ、綺麗な、まあ、はい元の自分の体はいが、まあ、自分の顔がですね、映し出されております。はい。うんなるほど。普通のままなんだ。よし、じゃあ、外出れます？外、そのドアですかね、扉の外に。はい。この目があるところですか？そうですね。扉です。あ、でも隣への扉か、これ。これ、あれか。アキラくんの部屋か。一回じゃあ、デリカシー的に良くないんで、扉に向かって、じゃあ、聞き耳を立てて入っても良さそうな状態かどうかを調べます。はい。どうぞ。失敗。そりゃそうか。でも惜しい。惜しいんだよな。まあ、部屋のウィーンっていう音が聞こえました。はい細かくは聞こえませんが、まあ、何かスースー音が聞こえますかね。はい。で、そうか。この図書館って、あれでしたっけ？話変わっちゃうんですけど、はい。資料を読むときとかに使っていいやつでしたっけ？ああ、全然いいですよ。本当ですか？じゃあ、
2日目か、何も出なかった資料に図書館をはい。振ります。はい。お、エクストリーム成功。エクストリーム成功。そうですね。じゃあ、まあ、次のような記述があることが分かりました。はい。両方の適性を持った人間が見つからない。引き続き患者から高い適性率を持った人間を探すという走り書きがあった。なるほど。はい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 。なるほどね。もしかして臓器提供のあれか。ナースコール押したら廊下に出れるんでしたっけ？ナースコール押してみますか？そう、一回じゃあ隣への扉開きます。あ、目のところを開くと。はい。はい。じゃあ、扉は鍵かかってませんので、じゃあ扉の方に行きました。はい。はい。隣の部屋は、薄暗い。部屋の中央が、ぼんやりと光っていて、そこにはベッドがあり、誰かが横たわっていました。はい。で、それで、まあ今扉を開けて、まあなんかその、はい暗い部屋のところのドアのところでこう立っているというか、そんなイメージですね、今。はい。はい。どうしますか？部屋暗いのか。一回声かけてみます。じゃあ。はじめまして。じゃないか。あきらくんか。こんにちはか。んあきらくんか。うん。ああ、そうか。こんにちは。こんにちは。こんばんは。おはようございます。こんばんは。こんばんはか。おはよ僕う。もうこの病院を出ることになったらしくて。そうなの？もう目もだいぶ良く動なって、けるようになったんだ。もうそうだね。動けるようになったね。じゃあ、退院ができそうなんだ。羨ましいな。そうだね。先に退院ってことになるね。そうなんだ。でうん。も、からすみさんが退院してもさ、僕と、うん。あれだよね。僕が元気になったら、また遊んでそうだね。くれるんだよね。そうだね。そのためうん。にお父さんとメル友になろうと思ってね。あ、そう、メル友ちょっと僕はわかんないけど、ああ、だからそっか。連絡約束先交換してね。が、うん。ちゃんと履行されるように。うん、うん。信じて連るね、絡をこ僕。まめに取るから。うん。メール大丈夫。友でね。うん、メル友でね。そっメか。アドを赤外線で交換して、うんうん。じゃあまた絶うん。対遊ぼうね、退院ちゃんと交したらね。換するから。うん。退院できたら遊ぼう。うん、うん。うん。じゃあ、はい。戻りまして。戻りまして、あきらくんに対して、はい。会話から一旦切り離しまして、はい。あきらくんに対して、はい、医学で触れますか？あ、医学。はい。はい。あ、はい、あ、いたいうまく。たいたいた。はい、成功。待って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 、いっぱいいあ、たいっ大丈夫、ぱいいたいっ大丈夫、ぱいいたいっぱい。大丈夫です。今、はい。あきらくんにと言いましたが、あきらくんを、まあ、見つけてないとはい。いうか、今、入り口の見つけてないドアに立ってる状真ん中態っていうんですかね。のはあきらくんじゃない。いや、あ、ドア開けたまま、なるほど。こう、入り組んでる。おーいってで、部屋暗いし、よくわからないっていう状態ですね。そうなんだ。うん。そうだったんだ。入り口でずっと話じゃあしかけてた感じですね。近づいて、あれか。そうだったんだ。俺めっちゃ声でかいじゃん、じゃあ。どうします？まあ、あきらくん調べるなら、まあ、近づくのかなと。そうですね。じゃあ近づいてうん。じゃあ、調べますね。はい。じゃあ、まあ、ちょっとね、ベッドの中央の方に、あ、別で振りますまた。大丈夫ですよ、大丈夫です。はい。まあ、普通に歩いて向かうだけなんで。で、じゃあ、ベッドの中はい。央に行きまして、誰かが横たわってると。で、まあ、その部屋のはい。中央のベッドに横たわっていたのは、あなた自身でした。
で、はあ、俺あな自身。たはベッドのそばに立っている。で、立ってはい。横たわる自分を眺めている。では、ベッドに寝ている自分は誰なんだろうか。どうして自分が2人いるんだろうなるほど。か。異様な光景に産地チェックをお願いします。多分産地チェックっていうのが多分下の方にあるかもしれないので、はいちょっと、あ、一番上にある長期ロールかな。かもしれないので、ちょっと小気度ロール。はい、振りましょう。はい。これかな。お、成功。小気度はマイナスされませんでした。はい。はい。まあ、そんなこともあるか。そうですね。まあ、アキラと話をしていて、まあ、そういう話をしてきて、うんまあ、冷静になりながらも、まあ、ちょっとびっくりをしたという状況なんだけれども、うんうんアキラの声が聞こえていたのは、ベッドにいる自分からではなく、隣にあるこちらからでした。隣にある。なるほどね。まあ、そうか。脳みそか。あ、アキラ、起きてたのかい？うん。あ、まずい。今日は元気みたいだね。うん、父さん。元気だよ。よかったよかった。まあ、入院も長いからね。まあ、そろそろ退院できるとは思うけど。あ、カラスミさんも来てたのかい？ええ、おはようございます、先生。あれ、なんかお話ししてくれたのかな？なんかグランド花月みたいな。そうですね。今日はパンクブーブーの話を一つまみ。いいね。僕もパンクブーブー好きだよ。いやー、さすが実力派だけあって。そう。ところで、うん。そこの体とこの脳みそは、そうですね。その体はこの脳みその入れ物ですか？そうだな。あ、そうだ、アキラ。ちょっとね、退院の手続きがあるから、ちょっと、カラスミさんとその手続きの話をしてくるから、ちょっと休んどいてもらってもいいかな。よかった。うん。ちょっとね、お休みね。はーい。そう言うと、男は、シリンダーについているスイッチのようなものを切った。まあ、もうそんなにね、体が動かせるようになったんだね、君は。まだ調整が必要だと思ったんだけれども。質問は何だったかな？いや、質問は変えましょうか。うん。僕が彼の入れ物になる予定だったんですか？なるほど。まあ、君はすごく察しがいいっていうのはあるよね。まあ、そうだな、ですね。どこから話そうかな。そうだまあ、順を追って話させていただこう。まあ、この話は君にしようと思っていたんだ。なるほど。息子はね、体の原型がとどめられないほどの重傷を負ってしまったんだ。で、結果、脳だけを守ることはできた。なるほど。今、このベッドの、いるのは、君自身の元の体だ。俺の？よくできてるだろ？君の体。今の君の体は、機械の人形に君の脳みそを移し替えたものが今の君だ。なるほど。まあ、そんな気はしてました。おう、もう気づいてたんだね。そうですね。うすうすは。うすうす。すごく冷静だね。まあ、息子はね、機械の人形にうまく接続ができなかったんだ。なるほど。機械に移し替えるには時間が経ちすぎていたらしくて、うまく順応してくれないんだ。なるほど。でも、君の体なら、適正率 98% の君の体なら、きっとこの子に馴染んでくれる。なるほど。そしてその機械の体も君に馴染んでるだろう。まあ、ちょっと調整は必要だったけど、適正率は 97% だったからね。なるほど。なるほどね。まあ今日は君にお願いがあってね。何ですか？聞きましょう、話をまず。息子のために君の
元の体が欲しい。君にはそなるほどの機械の体をあげよう。うん。なるほど。そうですね。機械の体か。保証ってどれぐらい効きます？体は生身じゃないと、機械だといるでしょう、メンテナンスが。そうだね。おまあそらくですけど、ここはいで拒絶しても戻してもらえないんでしょ多分。あ、そうだね。ちょっと全部伝えてなかったね。もし、君がこの話を断るのであれば、100% 失敗せずに元の体に戻そう。はい。なので、君が、元に戻りたいというのであれば、元の体に戻ることはできる。で、先ほどの質問の回答になるんだが、まあ、その体を使うことは、はいまあ、何分初めてでね。まあ、直ちに支障が出ることはなく、まあ、3年は保証しようかと思うんだが、まあ、100% という保証は、まあ、今後とも、まあ、約束はできないかな。なるほど。そうですよね。なるほど。君は、まあ、テセウスの船の時にねどっちを取るかって話ですね。君は2日目の時に、スペックが同じであれば、それは同じものという話をしていたと思うんだけれども、そうですね。今の君の体は 100% 寸分たがわず、人間の時の体と同じスペックを持っている。なるほど。ならば、同じなんじゃないか？なるほどね。君はそう答えたよね。そうきたか。なるほど。体、なるほどね。はい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 。では、いくつかお答えいたしましょう。はい。生身と機械では、おそらくこの機械はトレーニングなので能力が上昇しないのでは？ああ、これ全然上昇すそれるよ。に、上昇するんだ。機械の体とは言ったが、まあ、はい私の技術ではないものを使っていって、まあ、いわゆる生殖機能もあり、ご飯を食べることもでき、睡眠もあり、人間と全く同じなんだ。であればなぜ3年間のみ？まあ、単純に適正率が高いものを使って、まあ、やってみるのが初めてという、まあ、言い方かな。今まで僕は臓器くじを引き続けてきたんだ。なるほど。息子のためにね。殺しましたね、じゃあ俺のことを。生きてるじゃないか。いやいやいや、肉体的な死ですよ。君の体は元気だよ。なんせ息子の体を入れようと思ってるんだ。確かに。でもそれとこれとは話が別です。心と体が切り離されてるんだから、一旦その話は置いておきましょなるほう。なるほどね。お話どうぞ。ど。そうだね。まあ、僕からは息子のために君の体が欲しく、まあ、君にはその機械の体をあげる。スペックは変わらないものになった。で、まあ、保証が、君が心配してるのは、自分のその機械の体がどれだけ持つかという話ではあるが、じゃあ君の元の体というのはどれだけ持つんだ？確証があるのかい？一般的な寿命だと80歳前後。要 100%？ は、ここから50年近く生きられるかどうかですね。まあ、残り一般的なというところで言うと、まあそうなのかもしれないが、人間と同じように作っているので、そこは実は変わらないんだ。なるほど。単純に試したことがないというところからの発言だね。なるほどね。適正率が両方高いのがないから。風邪ひいたりとかしたら、病院に行けば治るってことですかね。まあ、もちろん、まあ人間と同じだからね。なるほど。なるほどね。なるほど。なら俺側の問題はないです。ただ、なるほど。はい。俺の体をそのまま移植に使うってことですね。まあ、そうだね。
なら、生物学的に考えればそれは俺が2人か。顔とか変えなくていいんですか？遺まあ、伝的な話だとか。そうだね。子はまず、9歳なんだが、はい。まずは元の自分の体と、そのギャップを感じるということは確実にあるだろう。そこはケアをしていくんだが、顔を変える必要があるかというのは、そこは君次第なのかなと。9歳の子に顔を変えた方がいいかなんてことは言えないかな。なるほど。年齢とかそういうショック的な話を全部度外視して、合理性だけで取れば絶対にそっちを変えないと、戸籍とかの関係でまずいような気はせんでもない。なるほど。世間に出た時のそのズレというのを気にしてるってことかな。社会復帰をする上で、社会的に出ている年月の長い方を残した方がズレは生じにくいんじゃないかなとは思いますけど。っていうのが一つ。もう一つは、体をそのまま使った場合、遺伝的には完全に俺になるわけですけど。そうだね。あなたがそれで満足するならそれ以上は追求できませんけど。僕は2年間、ひたすら適正率を調べてきたんだが、1歳をもって適正率が高いものはいなかった。その間ずっとアキラは脳みそのままいたんだ。アキラに体があればと何度思ったことか。アキラに体が入る。それだけで僕は、まずはいいんじゃないかな。最善なんじゃないかなと思っている。顔は二の次かな。現状維持。なるほどね。なるほど。あまりここから変わることがないということは分かりました。そうですね。僕の感覚としては問題なくはあるんですけど、そっちのアキラくんに関するところだけですね。なるほど。結局は体を与えられて変わるところは出るでしょうけど、現状とあまり変わらない気がしてしまって。君は脳みその方と全く同じということなのかな？彼の状態が脳みその時とあまり変わらないような気がしますね。僕は息子にとってはそれが一番いいと思って、行っている。エゴですね。エゴだね。そうですね。彼はこのことを知ってるんですか？いや、知りませんか。そうだね。君がもし、真実を告げたいというのであれば、真実を告げるのは君の判断だ。なるほど。ただ、もうこの段階で君が決定してもらったら、そのままそれを行おうと思う。なるほど。もしここで俺が断ったら、このまま他の人を同じようにして体を探し続けるんですか？そうだね。適正率が高い人を何年も何万探すだろうね。君が初めてなんだ。そこは別に置いとくとして、初めてかどうかは天文学的な数字になるでしょうけど、2番目はいますよ。それはそれとして、彼が治ったら遊ぶ約束をしたんですよね。体を完全に明け渡して彼が治ったというのがあまりにもちょっと納得がいかないというか、体を上げるだけならいいんですけどね。その後のことも考えて。心も大事なパーツですからね。スペックを発揮する上で。なるほど。心というのは脳みそなんだよな。
そうですね。脳みその中に宿る、まあ、いわゆる感情だったりの制御を総括して、まあ一旦心と呼びましょうか。うん。これはあんまり OS とは言わないですけどね。どまあ、っちかというと、オペレーションシス操縦者にテムとは、近いよううん。な話にはなりますけど。なるほど。これは不可逆性のある、可逆性もあり。そうですね。これがこの体になることに関しての意義はなく、うん。まあ、あるとしたら残りは全て彼の問題ですね。明らかに対する問題だけですね。なるほど。まあ、君が懸念をしていた、まあ、例えば顔であったり、まあ、遺伝子で、あったりすると思うんだが、まあ、そうだな。まあ、正直言って、君の今の機械、まあ人形の体というのが人間と全く同じと言ったんだが、医者の私が言うのもあれだけれども、それっていうのは通常ありえないことなんだよな。そうですね。そんなことはありえないっていうことなんだけど、私はそういうものとつながりがあってね。なるほど。だから元の、アキラさえ肉体が取り戻せたら、次に行う考えることは、まあ、非常に様々選択肢はある。はあ。お伺いしてもいいですか？まあそれは遺伝子を変えるであったり、顔を変えることなんていうのはまあたやすいだろう。なるほど。なるほど。なるほど、なるほど。あなたの話をすべて信じるのであれば、そこに僕はこのまま体を渡してあげることもやぶさかではないです。おう。なるほど。所詮乗り物ですから。なるほど。そしたら、ただいろんな付加情報があるだけで。なるほどね。なるほど。そこが埋められて、かつ僕がちゃんと人間として生きていけるのであれば、そうだね。まあ、そこに君のそこがない。サポートは私がしっかりと見よう。責任を持って。あと、ついでになんか変身できる機能とかつきませんか？仮面ライダーみたいな。あそこはちょっと聞いてみようかな、僕も。あくまで全く同じスペックというところでしか考えてなかったからね。なるほど。逆に上がってしまうとそれは別人じゃないのか？別人ではないですね。鉄人にはなるかもしれないけど。なんか鉄人なら良いということかな。そうですね。君はこんなありえない状況でもそんなことが言える人なんだね。そうですね。まあ、察しは薄々ついてましたから。なるほど。あの治療も多分、ほぼ確認作業みたいなものでしょうし。よく気づいてたね。まあ、よく言われます。まあ、視覚的に異常はあったが、まあ、ああいうの時間経過で治るもんだから確認だね。そうですね。そこら辺が全部バックアップされているのであれば、受け入れましょう。分かった。そしたら改めて君から言葉を聞こうと思う。息子のために君の体が欲しい。君にはその機械の体をあげよう。お願いだ。君の体を譲ってくれないか。わかりました。ありがとう。良いでしょう。そう言うと、あなたの視界は、暗くなりました。はい。あなたは、自分の家の前に戻っていました。失われた記憶も元に戻っている。病院での出来事も覚えている。あれは夢だったのか、現実だったのか。ふと体のある一部分がよく見ると分かることだが、他の部分とは少し違う色になっていることに気がつく。果たしてその体は本物なのか偽物なのか、それがはっきりするのはもう少し先のことだろう。はい、ここで一言言って物語は終了なんですが、何か言いたいことがあれば言っていただければと思います。はい。そうか。これなら遊べるな。
これなら遊べるなで大丈夫ですかね。はい。はい。そしたら、シンクトゥルフ神話 TRPG 片白。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様お疲れです。様です。やばめっい。俺めっも、ちゃ良俺かったな。としては、うんやべ。ハッピーエンドに落ちた気がしたけど、どうなんいやだろう。いや、めっちゃ良かっためちゃめちゃ面白かった。めっちゃ面白かった。めっちゃ良かったよ。すごい良かったと思う。うん。そう、なんかさ、もう、目がおかしくなった時点で、あ、これ、体変わったんだよなと思って、いや、なんかその時点で気づいてるのがすごいな。だったもうな全部オチまで見えて、ああ、なるほどと思って。でも、俺の体を使うとは思わなかった。なんか、なるほどね。でそうもなんだ。入念に調べてたもんね、体ね。そうね。絶対に冷たい部分があると思って、はいはいはいはでい。なるほど、暖なるほど房が。下がってるって聞いて、うん。あ、うんうん。絶対にその機械ではあるんだと思って、その機械は温めないものおー、はい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 。か、もう一つは代案としてあったのが、うん。ゾンビみたいになってて、死体だけど動けるみたいな状態。おこー。っちに魂だけ移されてるみたいいや、なのを考カラえてて。スミさんは適性がありすぎますね、この TRPG に。そうかもしれない。すごいわ。まあ、なんか筋道立ててって、俺がすごい2回、3回言ってたから多分やったと思うんですけど。いやー、よかったな。あと、それがしさんも、いい。いやいやいや、ありがとうございました。なんかもう。小気道ロール減らないのも、うん。ああ、俺だと思って。うん、そう、実はあれね、1個減らすんですよ。ダメだったら2個減らすんですけど、そうなんだ。ああ、そうなんだ。もう僕が、カラスミさんの反応で僕は減らさなかったです。あ言葉だけだなと思ったんで。うん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 。なるほどね。ちなみにさっきのゾンビというか、あ、はい。話はまあ大体似ていて、まあ、体が、脳みそがなくなっても、体の機能を損なわなくするような機体、まあ、コールドスリープのような状態にしてた。うんうんなんで、もともとそのベッドには、自分の元の体があったんだよね。なるほどね。そうそう。で、それを、まあ、腐らないよう保持するために、だから、まあ、ゾンビに近いのかもしれないね。うんうん。まあ、あと、霊気、まあ、機械の体冷やすために使われたから、まあ、正直100%合ってるみたいなもんかもしれない。まあまあまあ。うん。素晴らしいまあまあまあまわ、マジで。適性がありすぎる。そうね。うん。いやいやいやす。ごすぎる。まあ、そありがとうございれがさます、どうでしたかサブキーパーデビュー戦。自分の中の出来もそうだけど。もうちょっと面白くしたかったんですけど、うん。あ面白くしたかったんだけど、うん勝てなかったカラスミさんに。ちゃんと、いやなんか、いやいやいや持っていきたい方向にね、持っていけないといそううか。そうそうそう、いけんかったから。そうか、それは良くないな。うん、いや、いや、大丈夫。でもそれは大丈夫。それが正しい。そうすごい面白かったんだけど、ああ、よかったよかった。もうなんか思ったようにやっぱこう自分のやっぱそのストーリーがあって、うんそこにこう行き着かないどうしようみたいなのがずっとあった。うんうんううん。ん。そうだよね。なんか、もどかしそうな感じは察してたですね。うんそう、ここまあなんかこういう持っていきたい風に話はあるんだろうなと。そう行きたいんだけど、逆にこうだよねってやられちゃってるっていう言い方おかしいんだけど、うんだったからそうなんか尋問みたいな。難しいな。そう子供なんだけどな、もう言えなかったし、うんいやーなんかまた次回かなって思ってる。いやそう、まあ勉強になったよねっていう。ー、やあばー楽しかった。聞いてても面白かったですしね。あ、よかったです、それは。本当に面白かった。自分と近いすぎて、ね。そうなんだ。もうなんかみんみたいな。なこうではないんだ。いや変態かな全然違うって途中まで全然違う思ってた。 3日目にして医者にね、切れまくっててたよ。やば。何がなんか変態だってすごいずっと思ってた。もう2日目前半ぐらいからずっと思ってたかもしれない。変態。もう違う、これは自分とは違うみたいなずっと思ってたね。ちなみにさ、一個めっちゃ気になってるのがあって、トイレ行ってたらどうなってたの？ちなみに、
うんそういう設定は、なくて、勝手にこれから口が出ただけなんだけど、ないんだ。 3日目に押した場合は、なぜかならないっていうようにしようと思います。なるほどね。2日目だ、なんていうか、だったら、普通に、1日目2日目だったら、どうしたってうん。一回来て、医者行って、君はトイレに行ったぐらいのことは言おうかなと思ってああ、なるほどね。た。ここはもう正直アドリブだしね、あー全部。そう、すごかった。その、アドリブもすごかった。で、書いてないもんね、大体。全部がもうなんか、私が見てるシナリオと全部違かったから、あっち。すごいなって思っちゃったよね。ね頭の回転率うまいこと運んがマでもらってジで。とえ。いう、いやいやいや。というゲームをしたかったんですよ、僕は。片白っていう。ああ、よかったよかった。で、人の見たくなるっすよね、多分。どういう見たくなりましたね着地になるか、結構人気なものなので、普通にネットで調べればいくらでもあるとは思うんですけど、ちょっと編集したら僕さんもあげますんで、あ、やった。いやいやいや。いやいやいや。はい。もうタイトルも決めてるんで、そこはおいおい。そうああ、僕白ね。はい。いやでもおもろかったな。こういうゲームでかすみさんのはおもろかった。いやね、超面白かった、ちなみに。楽しかっすごい変わってるじゃないけどさ。でも芯があるじ。ゃないけど、なかなかないじゃないかな。そこまでこた。なあう。ね。ないと思う。出たね、すごいよ思想が。思想しか出てなかったと思う。すごかった。思想が出たけどね、そう俺は。いや、まずはありがとうございましたですね。ありがとうございました。楽しかった。 1時間で、1時間切る人もいれば、2時間行く人もいるけど、うん真ん中ぐらいの長さかな。うんうん非常にいい感じでしたので。うん。はい。じゃあ、楽しゅう僕のございました方で配信は終わりますので、まずはい来てくださった皆様ありがとうございました。ごはい協力いただきましてありが、とうございました。はい、お二人スペシャルサンクスということでありがとうございました。ありがとうございましたはい楽しかった。配信終わります。お疲れ様です。はい、ありがとうございます閉じます。ありがとうございました。おやすみ。まさうっす